どうもベルです。今回は、ドゥームステイの初心者ガイドということで、ヒーローの才能の振り方についてやっていこうかなと思います。このゲームのヒーローの才能の振り方、一度は悩まれたことのある方、多いのではないでしょうか。かくいう私もその一人なんですけども、このゲームには、才能の振り方のテンプレートが存在します。今回は、そのテンプレートの、ご紹介とともに、スキル才能や、サポート才能、騎兵才能だったり、射撃才能など、いろいろとあると思うんですけども、その中で、強い才能ツリーの、ご紹介も、させていただければと思います。また、今回この動画を作るにあたって、才能構成、私自身見直しました。私が以前、投稿した、各ヒーローの、詳細解説の方で、お勧めさせていただいた才能も、ある種の正解ではあると思うんですけども、今の環境を考えていったり、私はもう戦いまくってるので、そこの実践経験をもとに、やっぱりこっちに振るべきだよねっていうところもあったりしたので、今回少し改良しています。また、このゲームでは、戦うときにヒーローを2人、リーダーとアシスタントですね、選択できると思うんですけども、リーダーの才能しかステータスには反映されないので、違う才能ツリーの持っているヒーローを組み合わせて使う場合には、強い才能ツリーを持った、ヒーローをリーダーにしていくべきですし、逆に才能が弱いヒーローってリーダーでは使わないので、そうすると、スキルを解放するために、もう星4で、止めておいて、星5以上には育成する必要がないんですよね。アシスタントで使う場合は、もうスキルしか、関係ないので、もうレベル上げたり、もはや才能も振る必要ってなくて、経験値だったり、ヒーローバッジの都合で、全ヒーローを星6のレベルマックスにしていくのは、もうなかなかに、大変だと思いますので、効率の良い、ヒーロー育成のためにも、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まず、ヒーローの才能は、野戦用と、駐屯用と工場用。この3つで大別されます。で、野戦をするときは、もう野戦用の才能。で、駐屯するときは、駐屯用の才能。工場は基本ラリーですね。していく場合には、野戦用の才能か、もしくはラリー用の才能を、使っていく必要があります。正直、野戦をするときの才能だけの話でも、全兵か見ていったら、かなりのボリュームになるので、今回は野戦才能に絞って、見ていけたらなと思います。とは言っても、野戦才能。すなわち、野戦で戦う時の才能です。そして、皆さんが野戦する時の部隊って、基本的に単種で組んでますよね。そして、現環境では、野戦は必ず単種部隊にするべきです。なので今回は、歩兵単種と、騎兵単種と、射撃単種の野戦部隊の才能についてやっていこうかなと思います。まずは、歩兵単種からやっていこうと思うんですけども、歩兵単種でも2種類ありますよね。火力を出していく歩兵なのか、耐久力を優先してバフをかけていったり、相手からの攻撃のターゲットを取ることを目的とした歩兵なのか。この目的によって振っていく才能というものは異なります。まずは、火力を出していく歩兵ということで、考えていきたいんですけども、もう、火力を出していく歩兵といえば、もうアダットと、そしてつい最近実装された宮本さんですね。彼らの才能になります。で、彼らなんですけども、ちょっとすいません。
私がちょっとアダットも、育成、星6に、してないので、才能ポイント、ちょっと振り切れてないんですけども、レベル60の星6で、触れる才能ポイントというのは、合計で74ポイントです。こちらですね。例えば、ジュリアだと、今、火力特化のやつだと、27と47の振り方を、しているので、合わせて合計で74ポイントですね。で、この74ポイントというのは、全ヒーロー変わらないので、才能ポイントの合計イコール、74ポイントということで、結構覚えておくと役に立つ機会、機会があるので、ぜひこの機会に覚えていただくのが、良いのかなと思います。で、少し、話脱線しちゃったんですけども、野戦をしていくときに大事になってくることって、火力もそうなんですけども、移動速度もめちゃめちゃ大事なんですよね。アダットと宮本で組んでいく場合に、彼女らのスキルで上がる移動速度の合計って、最大で 55% にもなりますので、バンバン追撃していくことができて。で、そうなると、もうそこを活かす以外の選択肢ってないと思いますので、もう移動速度を優先して上げていきましょう。そして、火力型の歩兵ということで、スキル才能。そして、当然、歩兵ヒーローなので、歩兵才能。そして、今回だと一般才能ですね。この3つの、一般才能については、あくまで移動速度のためだけにある才能なので、で、この、黄色の才能って、全部5ポイント、振れば、移動速度 9% になりますので、基本的にはこの、歩兵と、あとスキルですね。この2つの才能を持ってる、ヒーローを、火力型の歩兵の、火力型の歩兵部隊のリーダーとして、使っていくのが、良いのかなと思います。そして、火力型の、歩兵部隊の、時なんですけども、まずは、移動速度を、取っていくと、このような、ポイントの振り方になっていきます。一般に、こちら5ポイント、振っていって、こちらの歩兵部隊の、歩兵速度ですね。こちらでも 9% 上げていくことができますので、まずこの30ポイントに関しては固定になります。もちろん、実際の才能を振っていくときの順番は、この順番というわけでもないんですけども、ちょっと今回、わかりやすくするために、このような形で、一旦振っています。で、こちら、合計で現在、30ポイント、振っている状態になるんですけども、先ほどお伝えした通り、才能は最大で74ポイント、振っていくことができますので、残りは44ポイントです。ただ、この残りポイントは、もうとりあえず、このスキル才能に、もうぶっ破していきます。火力型の歩兵と言ってるのに、このスキル才能を振らなかったら、もうスキル回転も悪くなって、スキルの火力も出し切れないので。で、このスキル才能って、もうめちゃめちゃ優秀で、もう全部優秀なスキルが揃ってるんですけど、この最後の捕食者の怒りもとても優秀なスキルになりますので、この捕食者の怒りをマックスまで振っていきましょう。で、そうなると、一つ問題があると思うんですけども、こちらの両刃の剣ですね。これ、振るべきか問題なんですけど、私はこれ、正直、取らなくて良いと思ってます。これスキルダメージが上がるので、そこだけ切り取るとめちゃめちゃ魅力的なんですけど、その代わり、非スキルダメージも上がっていっちゃうので、で、これ、上がり幅とデバフの幅は同じ 1.5% ですので、こちらには振っていかずに、残った3ポイントは、こちらですね。こちらの歩兵防御の、ひダメージ減少に振っていくのが良いのかなと思います。
で、一応他の歩兵才能も見ていきたいんですけども、基本攻撃ダメージを、これで0.5% 上げたところで、正直意味ありませんし、この忍耐に関しては、50% 以下になった時って、そもそも撤退するべきなので、活躍する機会はありません。ただ、この、移動速度のデバフについては、選択肢としては全然ありです。結局、移動速度があれば、関係ないといえば関係ないんですけど、集団戦している時に相手を引き止められるおかげで、相手を倒しきれたりなので、活躍する機会って絶対的にあると思うので、こちらに振るのも選択肢としてありなのかなと思います。ただ、スキル才能を振る前の残りの44ポイントから、この捕食者の怒りを、全部振ると41ポイントで、結局3ポイントしか残り自由に振れる枠っていうのはないので、歩兵防御に3ポイント振るか、原則に3ポイントを振るか。そこまで、カスタマイズ性はないんですけども、とりあえず、こうやっとけば強いので、非常にお勧めできるのかなと思います。あとレベル60になる前に、実践運用する場合なんですけども、その時の、才能の振り方の優先順位ですね。そちらもお話しさせていただければと思うんですけども、もうまずは、スキル才能を振っていきましょう。捕食者の怒りがもうマックスになるまで、最優先でスキル才能を振っちゃって OK です。で、その後に、こちらの騎乗禁止ですね。この効果、結構でかいので、こちらを振っていくのがおすすめです。で、その後に、一般才能の移動速度アップ、取っていただいて、で、その後に、歩兵速度のところですね。取っていただいて、残り3ポイントを、歩兵防御か、原則に振っていただくのが良いのかなと思います。では次に、火力を捨てて耐久力に振った歩兵。バフ部隊ですね。ただ、そのように、守りに振っているヒーローっていうのは、基本的に、この、駐屯と歩兵と防御。この3つの才能を持っているヒーローが、多いと思いますし、才能として考えた時でも、全く問題はありません。今回で言えば、トムですね。こちらを例にして、お話しさせていただきたいと思うんですけども、お勧めしたいのは、この振り方ですね。まず、駐屯才能で、移動速度だけ、取っていただいて、歩兵は全部振り切らずに、この歩兵防御で止める。そして、防御才能も、こちら振り切らずに、薬の供給も言ってないですね。こちらのダメージ制御と、熱狂的な怒り。こちらまでで留めています。これ、どれか一つの才能に、あえて最後まで振ってないので、疑問に思われた方もいらっしゃるかなと思います。で、実際に、私もこれ、才能を見直す前までは、歩兵才能を最後まで振ってました。ただ、これ考えてください。歩兵才能の最後のスキル。こちら、攻撃と防御と HP が 0.5% ずつ。すなわち、合計で 1.5% ずつ、1レベル上がるごとに上がっていくスキルなんですけど、これ、必要ですか？悪くない効果ではあると思うんですけど、それよりも移動速度が欲しいです。今、このゲームって、昔よりも、プレイヤー全体の強さが全体的に向上したので、以前よりも多くの舞台で戦うことが多くなっています。で、そうなると、いかに逃げ遅れずに撤退できるか。そして、いかに相手の逃げ遅れた部隊を追撃できるかっていうのが、本当に大事です。
で、そうなると、この合計で 1.5% ずつアップしていくために、正直必要ない忍耐力も、取ってまでやるよりかは、移動速度上げちゃった方が強いんですよ。なので、今回は歩兵防御で留めています。そして、残りのポイントは防御に振ってるんですけども、この防御才能って、こちらの、バランスの良い戦略と、あとは、ダメージ制御だったり、予防的措置が優秀なのであって、別に、最後の奮励って、野戦だと正直いらないんですよ。この奮励、実は、野戦では本当に役に立たないんですけど、もうとある状況下だと最強才能になることが分かったので、そちらは次回の動画でお話しさせていただければと思うんですけども、少なくとも、野戦では部隊数が 30% 以下になったら、絶対に撤退するべきなので。なので、ダメージ制御と、熱狂的な怒りまで振っていくんですけども、そうなると5ポイント余るんですよ。ただ、この5ポイントで振りたい才能があるかって言われたら、正直ノーで。防御才能をこのまま進めていっても、薬の供給に3ポイント振ることになって、スキル使用時に、じゃあ360回復効果付与しますって言われても、正直、焼け石に水にもならないので。で、そうなると、おすすめしたいのが、こちらの原則に振っていくことです。これって、毎回刺さらなくても、たまに原則効果が刺されば、それはそれでめちゃめちゃ美味しいので。で、この防御振りした歩兵部隊って、基本的には相手から狙われないことが多い都合上、最後まで残ることが結構多いんですよね。なので、相手に減速効果を付与して、それが活躍するチャンスっていうのは、それなりに見込んでいけるのかなと思います。で、まあ、残り1ポイントは、こちら、忍耐に振るよりも、常に発動していく防御効果の方が、強いと思いますので、防御才能の、薬の供給の前にある、全兵士防御に、振っていただくのが良いのかなと思います。で、こちら、振っていく順番としては、もうまずは、歩兵防御に振っていただいて、で、その後は、駐屯才能の移動速度アップ。こちらを取っていただいて、次に、防御才能のダメージ制御を取っていく。で、その後に、こちらの、歩兵速度ですね。取っていただいて、まあ、残りはもうお好みでいいかなと思うんですけども、防御才能の熱狂的な怒りを先に取っていくのもよし、まあ、減速効果を取っていくのでも良いのかなと思います。では次に、騎兵についてやっていきたいんですけども、騎兵も2パターンに分かれるんですよね。で、火力型の騎兵なのか、それとも、タイルキルだったり、バウンティなどに特化していった移動速度特化の騎兵なのか、どのように運用していきたいかによって、振っていくべき才能、そして必要な才能ツリーというものは異なります。また、移動速度特化の、騎兵部隊って、正直、普通に野戦でバチバチ戦っていくのとは、違う話になっていくと思いますので、今回の動画ではなくて、このヒーローの、才能シリーズの、最後の動画で、詳しく解説させていただこうと思います。なので、今回は、火力型の騎兵を、見ていきたいんですけども、もう火力型の騎兵といえば、もうベラだったり、エレナですね。で、彼女は、一般才能と、騎兵とスキルの、才能を持ってますので、火力型の、騎兵部隊を組んでいくときには、もう最適解の、才能を持っています。
なので、彼女らをリーダーにして、使っていくのがおすすめになるんですけども、あとは野戦で、非常に優秀な、騎兵ヒーローとして、スベンもいるんですけど、彼は騎兵才能、そして、工場とサポートの才能を持っているので、正直、野戦のリーダーには不向きです。火力を出したいときに、サポートの才能ってめちゃめちゃ相性良くないんですよ。必ず、火力を出したいときは、もうスキルの才能が今必須なので。なので、スベンをリーダーにするのではなくて、しっかり騎兵才能を持っている、ベラだったりエレナをリーダーにしていただくのが良いのかなと思います。そして、肝心な、才能の振り方についてなんですけども、こちらですね。まず、一般で先ほどと同じように移動速度をとっています。で、その後は、ちょっと騎兵部隊は一旦置いておいて、スキル才能。こちらも、先ほどと同様に、捕食者の怒りがもう必要不可欠なので、こちらマックスまで、振っていきます。で、そうなると、残りの才能は、騎兵才能に、振っていくわけなんですけども、右上の騎兵の移動速度と、あとは左側にある後方突破。こちら振っていくのは、まず確定として、残りどうしていくかですよね。ただ、残りの才能で優秀なのって、樹皮防御なので、これに振っていくのが、正解になるんですけど、攻撃もぶっちゃけありなんですよ。こちらですね。ポイント的には、樹皮防御に、5ポイント振り切って、1ポイントだけ、騎兵攻撃に振っていく。もしくは、こちらの、樹皮防御に3ポイントに留めておいて、騎兵攻撃を3ポイントにしていく。これ、結構悩みどころなんですよね。私は、今までは、攻撃に3ポイント振ってたんですけど、正直、最近はもう、ベラも狙われること結構多くて、攻撃よりも、非スキルダメージ減らしていった方が、活躍できるなと、思ってきたので、こちらの、今回を機に、樹皮防御に5ポイント振った、才能構成に変更しようかなと思ってます。あと、右上の高速移動も、これって別にありといえばありなんですけど、これって集団戦だとそこまで光らないんですよね。結局、取り残されちゃった時とか、深追いしすぎちゃった時に、この才能があっても、50% 以下になる時には、もう袋叩きにされちゃってて、あんまり活躍できないと思いますので、それよりも、非スキルダメージを優先していただくのが良いのかなと思います。また、スキル上げの優先順位になるんですけども、まずは、スキル才能を、捕食者の怒りがマックスになるまで振っていきましょう。そしてその後は、騎兵速度まで振っていただいて、その次に後方突破。一般才能を先にやっちゃってもいいんですけども、こちら、振っていただいて、最後に、樹皮防御と、騎兵攻撃に、お好みのポイントを振り分けていただくのが良いのかなと思います。では最後に、射撃ですね。でも射撃といえば、圧倒的なもう範囲火力が、魅力になるんですけど、射撃はもう、ルイだったり、チュン、そして、ジュリアだったり、ジェイコブ。これら非常に強力なヒーローが、揃っているわけなんですけど、射撃はもう火力のために使うんですよね。なので、ここまでの解説で、察された方も多いと思うんですけども、スキル才能が必須です。なので、ジェイコブのような防御才能を持ったヒーローっていうのは使いません。
アシスタントではもちろん使うんですけど、リーダーでは使いません。本当にこのスキル才能ってめちゃめちゃ優秀で、無駄がないんですよ。スキル使用後に、レイジを獲得してくれるスキルだったり、あとは、基本攻撃時に、レイジを獲得してくれるスキル。あとは、もう、喉から手が出るほど欲しい、スキルダメージアップだったり、あとはもう、非スキルダメージ軽減もあったりして、でそしてまあ最後の捕食者の怒りもめちゃめちゃ優秀なので、正直、全才能の中で圧倒的に一番優秀な才能ツリーだと思ってます。そして、その次に優秀なのが、この射撃の才能ツリーだと私は思ってます。で、この射撃才能の魅力って、なんと言っても、このスキルダメージアップを上げれることなんですよね。この右上の、左上の高精度の爆破ですね。もうこれがもうめちゃめちゃ優秀で、結局スキルで削っていくので、もうその射撃部隊ともう相性抜群で。で、そうすると、スキル才能の捕食者の怒りを全部振り切ってから、射撃部隊の高精度の爆破を取っていくわけなんですけど、その後って皆さんどうしますか？こちら、捕食者の怒りと、高精度の爆破、二つ振り切った時点で、6ポイント、才能ポイントが余ります。これ今まで私はもう、正直火力のことしか考えてなかった脳筋なので、両刃の剣に振ってたんですけど、ちょっとこれ、一回冷静になって考え直しましょう。というか、考え直しました。射撃部隊って、マジで逃げ遅れませんか？もう今私は、射撃部隊、チュンとルイ、そして、ジュリアと、ジェイコブ。この2部隊で、組んでるわけなんですけど、チュンとルイは、チュンが移動速度アップ 30%、持ってますので、まあ、逃げ遅れることは全然なくて、しっかり、接敵できてる、こっちから押していくときも接敵できるんですけど、ただ、ジュリアとジェイコブ。この二人って、移動速度アップどっちも持ってないんですよ。そうなると、もう足が遅くて遅くて、逃げ遅れることが、もうあまりに多すぎたんですね。なので、もう、両刃の剣振らないで、ちゃんと一般才能の移動速度アップ振っていきましょう。で、そして、残りの1ポイントも、ちゃんと、射撃の攻撃力に振っていけば、ちゃんと活用できるので、あと両刃の剣に振ると、結局これって、火ダメージもだいぶ跳ね上がるので、そこらも考えていくと、両刃の剣ではなくて、移動速度アップを優先していただくのが良いのかなと思います。ただ、もう私みたいに、チュンとルイで、火力を出すことを至上命題としている方は、もう両刃の剣に振っちゃうのも、全然ありだとは思いますので、そこはお好みで、振っていただくのが良いのかなと思います。こちら、スキルを振っていく順番は、スキル才能を振り切った後に、射撃の、スキルダメージアップを、取っていただいて、最後に残りの6ポイントを、移動速度か、まあ、両刃の剣に振っていただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、野戦部隊の才能構成については、以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？この才能ぶりを間違ってると、そのヒーローの進化を発揮することができませんので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。で、次回の動画では、ラリーをするときの才能、そして、駐屯をするときの才能について、語っていこうかなと思ってます。
特に、駐屯をするときの才能なんですけど、ぶっちゃけ、私今の今まで、間違えてました。結構多いと思うんですけど、駐屯するときの才能、このように、駐屯才能に、全振りしている方、結構多いのではないでしょうか。私も以前、ちょっと駐屯の、解説をさせていただいたときに、もうこの才能の振り方をちょっとご紹介しちゃったので、大変申し訳ない限りではあるんですけど、実は、これよりも良い、才能の振り方が存在します。本当に駐屯才能って、途中までは強いんですけど、実は最後まで振ると、そこまでコスパ良くなくて。そのあたりも詳しくお話しさせていただければと思ってますので、ぜひ次回の動画もご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、今回の動画はこのあたりで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より、X のフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。